どうも、男中村です。今回は中華料理の調味料の甜麺醤の作り方についてお話ししようと思います。皆様は甜麺醤ってご存知ですか？これが甜麺醤です。これはスーパーで買ってきたんですけどね、SB 食品が作った甜麺醤です。味は甘い味噌って感じで、ホイコーローとか中華料理の炒め物によく使います。これの原材料を見てください。中華大豆味噌、砂糖、ごまペースト、醤油などなど、味噌をベースにいろいろ配合されて作られてます。日本で売られている甜麺醤はこれと同じように味噌をベースにいろいろ配合して作られています。これはもちろん手作りできますよ。試しに甜麺醤作り方でググってみましょう。トップに来たのはクックパッドのこのレシピです。これをクリックしてみましょう。これも赤味噌がベースになってますね。こんな感じで赤味噌をベースに作るんだったら話は簡単なんですよ。しかしですね、そうは問屋が下ろしません。これを見てください。この本は私が20数年前に買った料理のことが何でも載ってる本なんですけどね。これを開いてみましょう。この本を開くと、ここに甜麺醤のことが書いてあります。小麦粉を原料にした甘味噌ですって書いてあります。それでここに有機の甜麺醤の写真が貼ってあります。有機の甜麺醤の原材料がこれです。味噌、砂糖、植物油脂、醤油。これのどこが小麦粉を原料にした甘味噌やねんって思いませんか？小麦粉入っとらんやないかって思いますよね。他にもこの本を図書館で借りてきたんですけど、これを開いてみましょう。小麦粉文化圏である中国北部地方から生まれた調味料で、小麦粉に麹を加えて発酵させた甘い味噌ですって書いてありますね。だから本に書いてある甜麺醤の作り方と実際の甜麺醤が違うんですよ。おそらく本物の甜麺醤は小麦粉から作るんでしょうけど、小麦粉から作るのは手間がかかるから、味噌から作る甜麺醤もどきの方が簡単に作れるんで、それが流通してるんだと思います。では本物の甜麺醤は小麦粉から作ることは分かったんですけど、作る手順が全く分かりません。そこでいろいろ調べましたよ。ウェブで調べたり、図書館で資料を漁ったりしました。でも専門的な本を見てもですね、甜麺醤の作り方に関しては小麦粉を発酵させて作るとか、その程度しか説明がないんですよ。小麦粉をどのように発酵させて作るっていうところまで説明してくれてる資料がないんですよ。だから本物の甜麺醤の作り方についてはわからないまましばらくほったらかしにしてました。何年もほったらかしにしてたんですけど、その間ずっと情報のアンテナは張ってますよ。そのうちにいい情報に出会うこともありますからね。フォロワーの方が有益なコメントとかくれたりするんですよ。けど何年待ってもいい情報に出会うことはできなかったんですよ。そこでもうこの問題を解決するには中国に渡って調べるしかないなって思いました。日本にいてても拉致が開かないから、もう本場の中国で調べるしかないと思いました。ということで中国語のウェブサイトを調べてみたんですよ。小麦粉で作る甜麺醤の作り方が書いてあるサイトがあったんですよ。このサイトです。甜麺醤のことが書かれてます。ここに生産方式って読めそうな部分があるでしょ。ここに小麦から作る方法が書いてあるんですよ。とうとう小麦から作る方法を見つけました。あとはこの方法で作ってみるだけです。このサイトには2種類の作り方が書いてあります。こちらをご覧ください。旧法生産と読めそうなここに旧来の生産方式が書かれています。こちら普通生産と読めそうなここに普通の生産方式が書かれています。どちらも小麦を原料に作る方法なんですが、旧来の方式の方は翻訳アプリでの日本語訳が細かいニュアンスまでちょっと理解できない感じなんですよ。だからちょっと再現は難しいかなって思いまして、普通の生産方式の方も翻訳アプリの日本語では細かい意味までわからないですけど、こっちの方が簡単そうなので、細かい部分は自分なりの解釈で進めていこうと思います。そんなわけで普通の生産方式で作ってみようと思います。それでは作っていきましょう。
本物の甜麺醤の作り方の流れを簡単に説明すると、まず蒸しパンを作る、蒸しパン麹を作る、塩水を入れて熟成発酵させる、ざっとこんな流れになります。これが今回作った甜麺醤の材料です。動画の説明欄に書いておきますね。蒸しパンの生地はホームベーカリーにこねてもらいます。強力粉、砂糖、塩、水、マシンにセットしてイーストを入れてパン生地をこねます。パン生地ができました。これを4等分して丸めます。パンとして食べるわけじゃないんで、きれいに丸めなくてもいいですよ。丸めました。これを15分くらい蒸します。15分経ちました。お、すごい湯気。蒸しパンが完成しました。蒸しパンを手で触れる温度まで冷ましておきます。桶に入れました。これを細かくちぎっていきます。実はまだパンが熱いんですよ。もう少し冷ましてからちぎります。冷めてきたんで、どんどん細かくちぎっていきます。ある程度細かくなって、パンの温度が30度ぐらいにまで下がったら、麹菌です。これは米麹を作るときに使っているものです。これを茶こしで全体にまんべんなく振りかけて、手でかき混ぜます。ちょっと大きいかなって思うものはちぎってます。よし、これでいいでしょう。これを適当なタッパーに入れます。蓋をして30度ぐらいの温度で保温します。麹菌は呼吸をするんで、蓋は密閉せずに空気の通る隙間を少し開けておきます。これが冬だったら30度で保温するんが大変なんですよ。保温器に入れるとか、保温器があればの話ですけど、あとこたつに入れるとか、なんか工夫して保温しないといけないんですよ。夏だったらそんなことをする必要ないんですよ。常温で放置しておいたらそれで大丈夫です。私はこうやって簡単に保温するために夏まで作るのを待ってたんですよ。夏なら放っておいたら麹菌が育ってくれます。それでこのまま丸1日放置しました。蓋を開けてみましょう。ちょっと色が変わりましたね。白いモフモフができているの分かりますか？匂いも麹菌の匂いがポワーンとしてます。拡大してみましょう。白いモフモフができてますね。見事に蒸しパン麹ができました。水に塩を入れて溶かします。ガラス瓶に蒸しパン麹を入れます。そこに塩水を入れます。ちょっと水分が少ないかな。スプーンで押さえつけます。押さえると水分量がちょうど良さそうな感じになってきました。いや、まだ水分が少なそうですね。いや、どうやろう。けど麹の力で蒸しパンが溶けて水分がちょうど良くなるかもしれません。水分は少なかったら足すことはできるんですけど、多かったら引くことは難しいから、しばらくこのままで様子を見ます。あと空気に触れる部分にカビが生えるかもしれません。とにかくこのまま様子を見ることにします。3週間経ちました。ちょっと色が変わりました。空気に触れる部分にカビが生えるかもしれないと思ってましたけど、表面に白いカビが生えてます。これはきっと麹菌ですよ。麹菌が他の雑菌からガードしてくれてます。だからこのままで大丈夫でしょう。はい、これがそれです。このまま1年間発酵させて、来年の2023年の8月まで熟成発酵させたいと思います。来年の今頃はもう茶色くなってると思いますよ。それではまた1年後に甜麺醤の結果発表をしたいと思います。
1年後にはこの甜麺醤の味をお伝えして、甜麺醤を使った料理を食べてみようと思います。甜麺醤を使った料理といえばですね、北京ダックですよ。北京ダックに甜麺醤をつけて食べてみましょう。あ、北京ダックを食べるために北京ダックを手作りしないといけないですね。ハードル上げてきましたね。本当に北京ダックを手作りするんでしょうかね。さて、どうなることでしょうか。1年後をお楽しみにお待ちください。今回の動画が面白かったとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とか週1回ぐらいのペースで更新してますんで、またよろしくお願いします。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってます。ブログはもう10年以上やってますから、今までの全ての情報がブログで見れますんで、ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。